人とどのようにコミュニケーションをとりますか。真の教育とは心を開くことだ。ヘレン・ケラー。皆さんは言葉を交わすだけがコミュニケーションではないと感じたことありませんか。皆さんこんにちは、こんばんは。今回はヘレン・ケラーの言霊を紹介していきます。彼女は視覚と聴覚を失いましたが、それでも独自の方法で言葉を学び、人々とつながっていきました。この心を開くという言葉には、知識や技術以上に理解や思いやりが大切だという意味が込められています。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまずヘレン・ケラーのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。今日はヘレン・ケラーさんについて学べるって聞いて、すごく楽しみにしてました。彼女って優しくて強い女性っていうイメージがありますけど、実際にどんな人物だったのかはほとんど知らないんですよね。最初から教えてくださると嬉しいです。もちろんだよ、ハミルさん。ヘレン・ケラーは1880年にアメリカのアラバマ州で生まれたんだ。最初は普通の赤ちゃんだったんだけど、彼女の人生を変える大きな転機が訪れることになったんだ。その大きな転機って何ですか？実はヘレンは生後わずか19ヶ月の時、ある病気にかかってしまった。その病気によって視覚と聴覚、つまり見ることと聞くことを一度に失ってしまったんだ。目も耳もですか？想像もつかない辛い状況ですね。そうだね。病気にかかった後、突然彼女の周りは完全な静寂と暗闇に包まれた。言葉も理解できない。誰かの声も聞こえない。そして何も見えない。彼女にとっては自分がどこにいるのか、周りに何があるのかさえもわからないという状態だったんだ。すごく不安だったでしょうね。家族とすら意思疎通が難しくなってしまいますよね。その通り。幼い頃に突然そんな環境になってしまったため、ヘレンには言葉や人とつながる方法を知る手がかりもなかった。身振りも言葉も彼女には意味をなさなかったんだよ。ヘレン・ケラーさんがどれだけ孤独だったかを考えると本当に胸が痛くなります。でもヘレン・ケラーさんがどうやってコミュニケーションを学んだのか、すごく興味が湧いてきました。いいところに疑問を持ってくれたね。彼女の人生を変える重要な人物、アン・サリバンとの出会い。ヘレンが7歳の時に家庭教師として訪れたこの女性が、ヘレンの人生をプラスへと導いていったんだ。サリバン先生はどんな方法でヘレンさんに教えたんですか？最初のきっかけは、ウォーターという単語。サリバン先生はヘレンの片方の手に水をかけながら、もう片方の手に W、A、T、E、R と指文字で書くという方法を使ったんだよ。手のひらに文字を書いて教えるですか？そう、まさにその通りだ。サリバン先生は根気よく何度も試み、少しずつ物と言葉を結びつけて教えていったんだ。この方法でヘレンは少しずつ言葉が持つ意味を理解し、周りの世界とつながれるようになっていったんだよ。なるほど。手のひらに書かれた文字を通してヘレンさんは周囲と意思疎通できるようになったんですね。そうだね。この手のひらを通じてのコミュニケーションが彼女にとっては世界との大切な窓になっていったんだ。サリバン先生の粘り強い教えのおかげで、ヘレンは孤独から少しずつ解放され、家族や友人とも感情や考えを伝え合えるようになっていったんだよ。コミュニケーションを学んで世界とつながり始めたところまですごく感動しました。でもそこからさらに何か大きな活動を始められたんですよね。その通りだよ。ヘレンは言葉と知識を学ぶだけにとどまらず、教育を通じて成長した自分の経験を多くの人に伝えようと決意したんだ。そして
彼女が力を入れたのが教育と人権の分野だった。教育と人権、確かに障害がある人にとってもすごく大切なことですね。まさにそうだね。ヘレンは視覚障害や聴覚障害を持つ人々にも平等な教育の機会が必要だと強く感じていた。彼女は障害を持つ人々のための学校を支援し、世界中で教育の権利を訴える活動に取り組んだんだよ。自分が苦労して学んだからこそ、他の人も学ぶ機会を得てほしいって思ったんですね。そうなんだ。彼女は教育だけではなく、人権の分野でも大きな足跡を残したよ。人種や性別、障害にかかわらず、誰もが平等であるべきだという考えを多くの場所で力強く訴えたんだ。特に障害者が社会とつながる大切さを説いた彼女の言葉は、多くの人に希望と勇気を与えたんだよ。すごい。本当に尊敬します。言葉だけじゃなく、行動でも人々の心を動かしたんですね。彼女の活動は教育を受ける権利と人間らしい生活を送る権利を全ての人に保障しようとしたんだ。ヘレンの信念と行動は、彼女の人生だけでなく、次世代にも影響を与え続けているんだ。なるほど。ヘレン・ケラーさんの人生が今の社会にまでつながっているんですね。そうだよ、ハミルさん。ヘレンが残した言葉と行動は、私たちにとっても大切な指針なんだ。真の教育とは、心を開くことだという彼女の言葉が、今もなお人々の心に響き続けているのは、そのためだろうね。ルーツについては、かなり理解できました。次は、真の教育とは、心を開くことだという言霊について、深く知りたいです。ヘレン・ケラーにとって、教育とは単に知識を得るための手段ではなかったよね。視覚と聴覚を失ったことで、彼女は周りとのつながりを完全に断たれてしまったんだ。でも、そこに手を差し伸べてくれたのが、サリバン先生による教育だったんだよ。教育の力が、ヘレンを暗闇と静寂から救い出してくれた。このポイントは、言霊を理解していくのに非常に重要なポイントなんだ。教育が、彼女にとって世界との架け橋になった。ここが大切なポイントということですね。そうなんだ。ヘレンにとって教育は、自分の存在を知り、周囲と心を通わせるための道だったんだよ。そして、自らの経験を通じて教育の力を強く実感した彼女は、こう考えたんだ。教育が私を変えたように、どんな人の心も変える力があると。だからこそ彼女は、真の教育とは、心を開くことだという言葉を残したんだ。なるほど。ただ知識を得るだけではなく、教育によって心を開くことが大切だと伝えたかったんですね。その通りだよ、ハミルさん。ヘレンが言う心を開くとは、単なる学びを超えて、他者への理解や共感を育むことを意味しているんだ。彼女が学んだ教育がまさにそうだったように、真の教育とは知識だけでなく、人としての成長をもたらすものだと信じていたんだよ。教育がヘレンさんにとって生きる力となり、それを他の人にも伝えたいと思ったんですね。まさに天命を感じます。そうだね。彼女は学びを通じて孤独を乗り越え、人として成長する力を身につけた。だからこそ、真の教育とは心を開くことだという言葉が生まれたんだ。ヘレンが言う心を開くとは、単に知識を学ぶことにとまらず、人とのつながりを通して他者への理解や共感を深めていくことを意味しているんだ。この考え方は、彼女が受けた教育そのものから学び取ったものだったね。ただ知識を得るだけじゃなくて、人として成長するための教育。なんだか奥が深いですね。その通りだよ。サリバン先生は、ヘレンに知識を詰め込むのではなく、心を通わせる方法を教えていったんだ。例えば、水の冷たさや風の心地よさといった感覚を手のひらに文字を通して伝えることで、ヘレンにとって言葉がただの記号ではなく、心を伝え合うものだと実感できるようにしたんだ。言葉を通して感じるということを教えていったんですね。そうなんだ。サリバン先生の教え方には、教育とは相手の心を開かせるものという信念があったんだ。
ヘレンがだんだんと学ぶことは楽しい、人とのつながりを感じるという喜びを知っていく中で、彼女自身も心を開く教育の意味を強く感じ取っていったんだよ。ただの勉強ではなく、人生そのものを豊かにしてくれる教育だったんですね。サリバン先生の愛情が伝わってきます。その通りだ。サリバン先生との学びを通じて、ヘレンは他者への理解や共感の大切さを知り、自分もまた誰かの役に立ちたい、共に生きたいと思うようになった。そしてそれが後に真の教育とは心を開くことだという彼女の信念につながっていくんだ。ヘレン・ケラーは自分が教育によって成長できた経験から、全ての人が平等に教育を受ける権利があるべきだと一貫して強く訴え続けたんだ。特に障害を持つ人々が学ぶ機会を与えられることの重要性を何度も語っているんだよ。自分のように困難を抱えている人が教育によって未来を開けるようにって考えたんですね。その通りだよ、ハミルさん。ヘレンは自分が知ること学ぶことで世界とつながることができたからこそ、それがどれだけ大切なことかを身をもって理解していたんだ。だからこそ障害があっても学ぶ権利は全ての人にあるという思いを強く抱くようになったんだ。平等な学びの権利、今では当たり前のように感じてしまいますが、ヘレンさんはそのために努力してくれたんですね。そうだね。当時は障害を持つ人への教育機会はほとんどなく、社会の偏見も強かった。でもヘレンはその状況を変えるために、数えきれないほどの講演や執筆活動を通じて教育の平等を訴えたんだよ。教育は全ての人が自分らしく生きるための鍵だと信じていたからね。彼女が残したこのメッセージ、現代の私たちにも大切なことですね。本当にその通りだよ。ヘレンが求めたのは単なる学びの機会だけでなく、人間として成長できる環境そのものだった。彼女が残した平等な教育のメッセージは今も世界中の人々に影響を与え続けているんだ。理解が深まりました。すっと心に染み込んでくるように納得できた不思議な感覚です。この気持ちを私たちが未来に生かせるようにディスカッションしたいです。それでは話しやすいようにいくつかのテーマを考えてみたよ。どのテーマがいいのか選んでね。どんな状況でも学び続ける姿勢を持つこと、他人とのコミュニケーションで心を開く大切さ、障害があっても自分にできることを信じる、共感や理解を持って他者に接すること、教育や知識の力を自分の成長に役立てること。共感や理解を持って他者に接することを話し合ってみたいです。実はこのテーマは私にとってとても重要な意味を持っているんです。私はいろんなタイプの人とおしゃべりするのが大好きなんですけど、共感や理解を持って会話してくれる人もいれば、一方的に自分の伝えたいことを話すっていう人もいるような気がしています。会話ってキャッチボールのようだと例えられますけど、一方的にボールを投げてくるタイプの人とどうやって分かり合えるのかっていうのは長い間疑問に思っていたことなんです。確かに会話はキャッチボールに例えられることが多いよね。自分の話だけを投げる人がいると、キャッチボールではなくまるで一方的な投球練習のように感じてしまうかもしれない。そうなんです。一方的だとどこか話を共有している感じがしなくて、どうしたらその人とも分かり合えるキャッチボールができるのか、すごく考えてしまいます。そうだね。ヘレン・ケラーが真の教育とは心を開くことだと言ったように、本当のコミュニケーションでも心を開くことがとても大切なんだ。自分の話したいことを伝えるだけでなく、相手の気持ちや考えを理解しようとする姿勢が必要なんだよ。じゃあどうやって心を開いて話を聞く姿勢を持てばいいんでしょうか。何か意識するといいポイントはあるんですか。一つは相手の話を受け取るという意識を持つことだよ。相手の話をただ待つだけでなく、今相手が何を伝えたいのか、どんな気持ちで話しているのかを想像しながら聞くことで、
自然と共感が深まるんじゃないかな。そしてこちらが共感や理解を持って話を聞いていると、相手も少しずつ心を開いてくれることが多いんだよ。そうか。自分もただ聞いているだけでなく、もっと相手の気持ちを感じながら受け止めようとしてみればいいんですね。それだけで会話の雰囲気も変わりそうですね。逆に一方的にボールを投げてくるタイプの人にどうしたら共感や理解をしてもらえるんでしょうか。ヘレンさんはサリバン先生の愛情を心で受け取った感じがします。そこが今回の私の感動したポイントだったんです。なるほど。ハミルさん、相手の気持ちを感じながら受け止めることで会話の雰囲気が変わると感じるのはすごく大事な気づきだよね。そして確かに一方的に話すタイプの人とでも共感や理解を引き出す方法があればもっと分かり合えるかもしれない。そうなんです。相手の伝えたいことを感じ取りつつも、こちらの気持ちにも少しでも共感してもらえたら、さらに良い関係が築けるんじゃないかって思うんです。まさにそこが大切なポイントだね。ヘレンも一方的に教えを受けたわけではなく、サリバン先生の愛情や信念を心で受け止め、それを返したことで二人の間に深い絆が生まれたんだ。それはお互いに理解し合いたいという強い気持ちがあってこそなんだよ。なるほど。じゃあこちらからも相手に理解を求める姿勢を持つことが共感を引き出すきっかけになるんですね。そうだね。例えば会話の中で自分もこう感じていると少し自分の心情を伝えてみたり、相手の話に質問を挟むことで相手も相手の話を聞きたいと思ってくれるようになることが多いんだよ。サリバン先生もヘレンの反応や気持ちに寄り添いながらゆっくりと彼女の心を引き出していったんだ。一方的に話している人に対しても、こちらから少し心を開いて共感してもらうきっかけを作るんですね。その通り。会話が双方向であることを示すことで相手も理解しようという姿勢を持ちやすくなるんだよ。ヘレンが心を開くことを学んだように、私たちもお互いに理解し合うことでもっと深い交流が生まれるんだと思う。わかりました。会話の中で自分の気持ちも表現してより深く分かり合えるようにチャレンジしてみます。見てくださっている皆さん、他にもディスカッションテーマが4つありました。他にも話したいことや私へのアドバイスがあればぜひコメント欄でお聞かせください。今日はヘレン・ケラーさんについて学べたことでコミュニケーションについて新たな視点で取り組めそうです。ありがとうございました。ここまでご覧いただきありがとうございました。ヘレン・ケラーの言霊、真の教育とは心を開くことだを通じて共感や理解を持って人に接すること、そして会話をキャッチボールのようにしていくことの大切さを改めて考えることができました。ここでもう一度皆さんに問いかけます。人とどのようにコミュニケーションをとりますか？ヘレンが信じた心を開くことが人と深くつながる第一歩だと大切なことを改めて再確認できました。彼女のメッセージは日々の暮らしの中で大切にしたい大きなテーマです。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。